1932年5月15日、白昼の東京。武装した青年将校たちが首相官邸に押し入った。標的は時の総理大臣犬養毅。話せばわかる。そう説得を試みた犬養に返ってきたのは問答無用の一言だった。銃声が響き、日本の政党内閣は事実上その歴史に幕を下ろす。だがその少し前まで日本には普通選挙が実現し、政党政治が花開いた時代があった。大正デモクラシーだ。なぜこの民主主義はわずか十数年で軍国主義に敗れていったのか。今日はその謎に迫っていく。前回の動画で見た通り、日露戦争の勝利は日本を世界の大国の一員へと押し上げた。同時に講和条件への不満から起きた日比谷焼き討ち事件は、民衆が実力で政治に異を唱える新しい時代の空気を生み出していた。自分たちの声を政治に届けたい、そんな民衆のうねりがやがて大正デモクラシーと呼ばれる時代を生んでいく。そうした空気の中で日本の政治は大きな転換点を迎えることになる。今回は大正デモクラシーを3つの謎で解き明かしていく。第1の謎、デモクラシーの誕生。なぜ民衆の声が政治を動かす力を持つようになったのか。第2の謎、絶頂に潜んだ影。普通選挙という到達点の裏側で何が同時に進んでいたのか。第3の謎、崩壊への道。なぜこの民主主義は軍国主義にその座を奪われていったのか。順番に見ていこう。まず第1の謎、デモクラシーの誕生について。日比谷焼き討ち事件から8年後の1913年、アルセージスキャンダルをきっかけに大規模な民衆運動が起きる。第一次護憲運動だ。この運動の先頭に立ったのが尾崎幸男と犬養毅の2人だった。後に2人は憲政の神様とまで呼ばれることになる。そう、犬養毅とは暗殺された総理大臣その人だ。閥族打破、憲政擁護を掲げた民衆の声に押され、時の桂太郎内閣はわずか53日で退陣に追い込まれた。大正政変と呼ばれるこの事件は、世論の力が政権を倒せることを初めて証明した出来事だった。この流れを理論として後押ししたのが政治学者吉野作造だった。主権は天皇にあるとしながらも、政治の目的は民衆の幸福に置くべきだという民本主義を唱え、大きな支持を集めた。そして1918年、米の価格が急騰し、全国で米騒動が起きる。混乱の責任を取って内閣が倒れた後、総理大臣に就任したのが原敬だった。家族の爵位を持たない初めての平民宰相であり、初めて本格的に政党が中心となって組織された内閣でもあった。民衆の声から始まったうねりは、ついに政権の形そのものを変えたのだ。続いて第2の謎、絶頂に潜んだ影について。原敬内閣の登場以降、政党政治はさらに定着していく。選挙で多数を得た政党が内閣を組織する慣行が根付き、これは憲政の常道と呼ばれた。社会の空気も大きく変わっていく。ラジオ放送が始まり、洋装の若者たちが街を闊歩し、カフェや映画館が娯楽の中心となった。大正デモクラシーは政治の民主化だけでなく、大衆文化が花開いた時代でもあったのだ。安価な全集本がベストセラーとなり、女性が職業を持って働く職業婦人も都市部で急速に増えていった。そしてこの流れは1925年、一つの到達点を迎える。普通選挙法の成立だ。納税額による制限が撤廃され、満25歳以上のすべての男性に選挙権が認められることになった。しかしこの普通選挙法にはもう一つの顔があった。同じ1925年、ほぼ同時に
全く別の法律が制定されていたのだ。治安維持法だ。当初は国の体制そのものを変えようとする思想を取り締まる目的で作られた法律だった。だがこの法律はやがて拡大解釈され、政府に批判的なあらゆる言論や運動を取り締まる道具へと変わっていく。取り締まりの実務を担ったのが、後に悪名を轟かせる特別高等警察、通称特高だった。民衆に政治参加の扉を開いた同じ年に、その言論と思想を縛る法律が生まれていた。大正デモクラシーの絶頂は、その内側に後の時代を暗示する影をすでに抱え込んでいたのだ。そして第三の謎、崩壊への道について、順調に見えたデモクラシーの土台は1920年代後半から大きく揺らぎ始める。1927年には銀行の取り付け騒ぎが相次ぐ昭和金融恐慌が発生。さらに1929年、世界恐慌の波が日本を襲い、昭和恐慌と呼ばれる深刻な不況に陥った。特に大きな打撃を受けたのは農村だった。生糸の価格が暴落し、多くの農家が困窮を極め、娘を身売りに出さざるを得ない家庭さえあったと言われている。さらに政党の議員が絡む汚職事件も相次いで発覚し、政党政治への不満と失望が社会に急速に広がっていく。決定的な追い打ちとなったのが1930年のロンドン海軍軍縮条約だった。この条約に調印した浜口お幸内閣に対し、軍部や右翼は天皇の統帥権を侵すものだと猛反発する。統帥権干犯問題だ。浜口首相はこの直後に東京駅で銃撃され、翌年その傷が元で命を落とした。政党政治家が次々と暴力の標的にされていく時代が始まっていた。そして1931年、大陸のある場所で日本の運命を大きく変える事件が起きる。満州事変だ。この事件をきっかけに軍部は独自に行動する力を強め、政党内閣はさらにその発言力を失っていく。そして翌1932年、憲政の神様と呼ばれた犬養毅は自らが育てた民主主義にその手で命を奪われる。だがここにもう一つ驚くべき事実がある。暗殺犯の青年将校たちに下された判決は拍子抜けするほど軽いものだった。減刑を求める嘆願書はなんと10万通以上。中には血で死因を押したものまであったという。軍部が民主主義を奪ったのではない。民衆自身もまた暴力という手段をいつしか受け入れ始めていたのだ。改めて整理してみよう。大正デモクラシーはなぜ軍国主義に敗れたのか。第一の謎、デモクラシーの誕生は切り焼き討ち事件に始まる民衆の異議申し立てが大正政変と原敬内閣を経て政治の形そのものを変えたことだった。第二の謎、絶頂に潜んだ影は普通選挙法という到達点の裏側に治安維持法という統制の種が最初から同時にまかれていたことだった。第三の謎、崩壊への道は世界恐慌による経済的な絶望が政党政治への不信を生み、皮肉にも民衆自身がテロという暴力を許容し始めたことで軍部の台頭への扉を開いたことだった。大正デモクラシーは民衆の力で政治を動かせることを証明した日本史上でも稀有な時代だった。しかしその民主主義に終止符を打ったのは軍部だけではなく民衆自身の熱狂と沈黙でもあった。制度としての民主主義はまだその土台が十分に固まっていなかったのかもしれない。今日のまとめをしておこう。民衆の力で生まれたデモクラシー、普通選挙の裏に潜んでいた統制の目、そして経済危機と暴力がもたらした崩壊。この3つが重なり合い、日本の民主主義はわずか十数年でその輝きを失っていった。大正デモクラシーの限界をあなたはどう見るだろうか。
時代の必然だったのか、それとも避けられた悲劇だったのか。ぜひコメントで教えてほしい。前回の動画もまだご覧になっていない方は、ぜひチェックしてみてほしい。次回は満州事変に迫る。5.15 事件で政党内閣が終わりを告げたその裏側で、日本の軍部はなぜ大陸への道を選んだのか、その真相を解説していく。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。